はい、どうも皆さんこんにちは、僕です。本日はですね、特に走りに行くとかそういうわけじゃないんですけれど、注文していたねパーツが届いたんで、そちらをつけていく整備動画、整備ってほど大したことじゃないんですけれど、そういうものを撮ったことがなかったんでね、カメラを回しております。で、本日つけようと思ってるものがですね、こちらです。ザムスプロケット、プレミアム、リア側ドリブン側のスプロケットですね。42丁です。純正が40丁なんで、こちらね、42丁2丁アップで、若干ショートに振る感じですね。はい。で、この CRF も納車して、5ヶ月6ヶ月ぐらい、半年経とうとしてるぐらいなんですけれど、自分で納車してからもちょこちょこ手入れてて、納車した時はもう全然吊るしの状態でいいじゃんと思ったんですけど、実際やっぱね、乗ってるといろいろもっとああした方がいいな、こうした方がいいなみたいなの出てきて、この前の、万沢以降も、さらにちょいちょい変えまして、まずはこの森脇 BRS フロントパイプですね。もともと森脇のスリップオンだったやつを、BRS フロントパイプを入れてフル液化した感じです。みんなタダオじゃないですか。 SP タダオのパワーボックスじゃないですか。なんで逆張り BRS パイプです。はい。ホンダといえばね、森脇みたいなとこあるかなと思ってたんで、これです。これで森脇フル液化で、さらにですね、ドライブスプロケットはもうすでに13丁にしてあるんですよ。見えるかな。で、一回1340、フロント13リア40で走ってみて、だいぶねいいなと思ったんですけど、街乗りもねいいし、エンジンも回りすぎなくて、もうちょっとショートに振ってもいいかなと思って、今回ねドリブン側を2丁上げの42にしようかなと。で、1342ってなんか CRF だと鉄板の組み合わせみたいな感じらしくてですね、ざっと調べた感じ、確かにいろいろ都合がいい。この純正チェーンが、106リンクなんですけど、そのまま106リンクで流用できて、でチェーンガード、ヒールガードとか、あとはあれですね、チェーンガイドもそのままでいけるってことなんで、1342、いろいろね考えられた組み合わせだなと思いましたね。先人の知恵に感謝ということで、13年42ならね、街乗りもまだまだ全然いけると思うし、高速もね80キロ巡航90キロ巡航なら問題ないと思うんで、それでいこうかなと。ではね、早速交換していきたいと思います。皆さんこんにちは。編集の都合上、前半はナレーションにて失礼します。今回は整備動画ということなんですが、素人のおままごとみたいなものですが、想像以上に撮影と編集が大変でした。カメラを体につけてバイクをいじるとですね、めちゃくちゃやりづらいし、かといって画面のように
定点で撮影すると今度は声が取れないという撮影の難しさがありまして、さらにですね、後々動画内でも言い訳をベラベラ喋りますが、そもそも僕の整備の手際が悪すぎてテンポが悪い。まあ素人整備なんでね当然なんですが、あまりにひどすぎてとても人様にお見せするものじゃないなということでして、今回はカットがかなり多いです。バイクに限らず車やいろいろなものの整備動画って他にもありますけど、やっぱりプロの方や慣れてる人はすごいなってのを改めて感じました。素直に尊敬します。まあでも実際に自分がいじってるところを撮影して見直すってのはかなり新鮮で面白かったですね。やっぱり実際にやってみて撮影してみて編集してみないと苦労ってのはなかなかわからないですね。まあそういう試行錯誤が楽しいんですけれど。画面に戻りまして、ドリブンの交換なのになぜドライブ側をいじっているかというとですね、チェーンを緩めるついでにドライブスプロケットやカウンターシャフトのスプラインを清掃とグリスアップしております。バイクにね長く乗っている方は経験ある方もいると思いますが、カウンターシャフトが錆びてスプラインが脆くなるっていうのは僕もトラウマがあるので、手を入れられるときはなるべくきれいにしようと思っています。他にもよくやるのはインナーチューブをグリスで磨いたりなんかはよくします。フォークのインナーチューブが錆びるとすぐねシール類がダメになるイメージあるんで、インナーチューブは頻繁にシリコングリスで磨いたりします。乗り続ける以上、走り続ける以上はいつかはフォークオイルやダストシールを交換しなければならないんですが、フォークをね取り外すってなると僕にとってはなかなか大仕事なので、少しでも寿命が延びるようにシール類にグリスを塗布するイメージでしょうか。まああとは普通の日常点検ですね。エンジンオイルとかチェーンとか、まあその他油脂類、普通です。あんまりね厳格にサイクルとか気にしちゃうと疲れちゃうんでね、レーサーとかそういう車両じゃないですし、楽しめる適度な距離感で相手をしております。そんなこんなで話してるうちにリアホイールが外れそうですね。撮影は9月の1週目だったんですけれど、今年の9月はかなり暑くてまだセミが鳴いてますね。オイルの取り外し完了しましたんで、早速ねスプロケを変えていこうと思います。はい、純正スプロケットの方外れました。40丁ですね。まあ重いっすね、鉄なんで当然。ちょっと綺麗にしましたね。ボルトも結構重たいですね、純正のは。まあ頑丈でいいんでしょうけどね。で、こちらがザムの42丁になります。でアルミなんでね全然違いますね、重さ。大きさはあれかな、まあちょうど刃の数一回り大きくなったかなって感じですね。本当はねこの42丁も
鉄製のが欲しかったんですけど、ちょっと僕が買おうとした時は即納のものが全然なくて、なんか下手したら 1,2 ヶ月待ちみたいな感じだったんで、こちらのね、今回はアルミのにしたんですけれど、鹿島コートということで、どれだけ持つかわからないですけれど、でもこれ色いいですね。アルミっていうとやっぱりちょっとギラギラな、感じのものが多いんで、ちょっとね嫌だなと思ってたんですけど、あんまり派手なのはね嫌だったんですけど、この鈍いブロンズって感じですかね。鹿島コートの色でしょうけど、これはいい感じに渋い色だと思います。それではね、こちらつけていこうと思います。ちなみに補足なんですけど、こちらネジ穴がですね 8mm テーパーなんで、この純正のネジは流用できません。同じ 8mm ですけど、サラネジですね、これが必要になります。DRC のスプロ系用のサラネジのセットがあるんで、それでいいと思います。テーパー角もねぴったりだったんで、めちゃくちゃ軽いし、あんまり強そうな雰囲気はないですけどね。こういうところのネジはね流用しない方がいいでしょうから、こちらおすすめです。ホイールにザムスプロケットを装着完了しました。このネジ指定トルク50ニュートンってことなんですけど、もう50で一応締めたんですけど、正直ちょっと締めすぎかなって気はします。ちゃんとネジロック剤もつけたんで、取れるってことはないとは思いますけどね。じゃあね、早速ねこれをね組んでいこうと思います。取り付けの方完了しました。いきなり取り付けの完了の画面で申し訳ないんですけど、とてもじゃないけど素人整備の動画は見せられないですね、テンポ悪すぎて。でこちら取り付け完了した感じです。カスタム感が増していい感じじゃないでしょうか。色もねやっぱり派手すぎなくていいですね。でスプロ系変えるとスピードメーターがおバカになってしまうんですが、そちらはですねこちらのアイプロ製スピードヒーラーで、補正をかけているので一応大丈夫だと思います。とりあえずねマイナス 16% で補正をかけときました。これはねもっと走って詰めていこうかなと思っております。で整備動画なのにカット多すぎだろ整備シーンのって思うかもしれませんけど、ですね本当にお見せするに耐えないなんですか効率の悪さの素人整備なので、とてもじゃないけど見せられるようなものではなかったですね。やっぱりねこういう整備を効率よく、やってるねプロの方とか慣れてる方は、すごいんだなって毎回思いますね。僕はね自分でいじるのを楽しんでやってるんでいいんですけれど、やっぱりお金払ってプロの方にやってもらうのが一番ですね。でもこれで正直言うとあまりもうこの後は何かしたいっていうのがないんですよね。あとはあれですね、盆栽パーツってやつですか、いわゆる意味はあるんですけど、このチェーンガイドとか、あとはあれですかね、ボルト類を車外のもうちょい目立つやつに変えるかなぐらいですけどね。あんまり興味のあるパーツじゃないんで、気分が乗ったらって感じですけど、あと定番はね、このクローズドタイプオープンエンドじゃなくてちゃんとアーマーのある
ハンドガードとかなんでしょうけど、僕個人的にオープンエンド好きなんですよね。だからそれも、どうしようかなって感じですね。まあグリップの交換時期が来たらちょっと考えようかなって感じですね。いやとにかくね、整備シーンの撮影ってきついですね。もうちょっと二度と撮りたくないかもしれない整備動画はもしかしたら今回で終わりかもしれないです。はい、ということでね、今回はドリブンスプロケットを、純正40丁から、42丁のものに交換するという整備動画でした。はい、あとあまり大きな声では言えないですけど AI キャンセルはしております。 AI インジェクションですね。見えるかな。ソレノイドバルブがないのが一応わかると思うんですけれど、あとここしっかりカプラーもね殺してあるんで、エラーも出ません。でこの AI キャンセルなんですけど、正直言うとマジでした方がいいです。エンジンのフィーリングって言えばいいんですかね、全然変わるんで、別にパワーが上がるとかね、下のトルクが出るとか、そういうのは正直前つばというかオカルトな感じなんですけど、エンジンブレーキがですねかなり緩和されます。これねAI キャンセルするだけで、それは本当にした方がいいと思います。かなり乗り心地が変わるんで、本当にフィーリングが気持ちよくなるんで、 AI キャンセルはあまり大きな声じゃいませんがおすすめです。正直ね、こんなね、大排気量車が周り走ってる中、こんな 250cc のねバイクの排気ガスちょっと薄めただけで何の意味があるんだとは言いませんけど、メーカーさんもね苦労してるでしょうから、でも正直やった方がいいと思います。かなり気持ちよくなります、エンジンが。本当はねこのね立派なキャニスターも取っ払っちゃいたいんですけど、これ取っちゃうとねさすがにちょっとドリームさんに怒られちゃいそうなんで、これは新車保証があるうちは一応残しとこうかなと思っております。どうもこんにちは、僕です。唐突ですが、スプロケ完走から1ヶ月後の僕です。ちょっとね完走した感想を撮ろうかなと思いまして、カメラを回しております。そうですね、1ヶ月乗ってみてだいぶいい感じですね。だいぶ元気よく回ります。ちょっとね9月あんまり休日のお天気に恵まれなくてほぼほぼ街乗りだけだったんですが、確実に途半力、走破性は上がってるなというのを感じます。正直に言っちゃうと街乗りオンリーだけなら、13、40の方が感覚的には良かったかなと思わなくもないですが、山とかね峠道含めれば絶対こっちの方がいいですね。高速もね、80キロ90キロ巡航なら一応問題ない感じですね。100キロ巡航は短時間ならって感じですね。でも80キロ90キロ巡航なら問題ない感じです。僕も一応車はあるんですがトランポをするような車両ではないので、どこ行くにしても自走って考えると、これがショート化の限界かなって感じですね。でもかなりいい感じです。13、42本当によく考えられた組み合わせだと思います。
二次元速比的にはこれでほぼセロと同じ感じなのかな。はい。これでまあ吸気、排気、スプロケ、そう、吸気もちょっとねいじってまして、はい、こちらが分かりやすいかな。なんだっけなこれ、パワーファンネルキャップか。そう、玉市商店さんっていうショップさんのですね、まあオリジナルパーツなんですけれど、エアクリーナーボックスに穴開けですね。はい。エアクリーナーボックスのキャップに穴が開いてるもの、パワーファンネルキャップと、あともう完全に見えないんですけど、インシュレーター、エアクリーナーボックスからキャブの間ですね。キャブじゃないけど、はい、スロットルボディの間のインシュレーターも、高性能インシュレーターというやつですね。まあ、通常のインシュレーターより、太くて大きいものを入れた感じですね。下ネタじゃないです。はい。まあね、これがね、取り付けるのめちゃくちゃ大変でしたけどね。大変すぎて映像には撮ってないです。はい。でも、これおすすめですね。これと高性能インシュレーター。はい。かなり上の方がビンビンに回るようになります、これで。吸わせてね。まあ、どんなに吸わせたところで、結局のところ燃えるのはガスなんで、まあガスのね、噴射量も多くしなきゃ劇的な変化はないかもしれないですけど、でもね、これかなりおすすめです。ほんと上の方がよく回るようになりますね。はい。これで、まあ給排気をちょっといじって、でまあスプロケも前後ね交換して、でまああとあれか、AI キャンセルもして、だいぶねいい感じに仕上がってきましたね。はい。まあ元気あるバイクになってきたかなって感じします。まあ納車時はね吊るしでいいかなとか思ったんですけど、結局こうやってパワー感を求めてしまうというかね。まあパワー感つっても結局ね、まあ 250cc なんでね、まあそこはそれなりという感じですけど、でもね吊るしの状態よりはかなり元気よくなったかなって感じします。もう全然もっさり感のないよく回る感じのエンジンになりましたね。はい、楽しい感じです。他にはそうだな、まああと僕この仕様で、僕の乗り方で、まあ街乗りリッター24とか25ぐらいですかね。普通です。はい。まあ特別悪いわけじゃないですけど、良くもない普通って感じですね。そんなに言うほど良くもない普通。なんか CRF とかラリーとかの記事見ると、どこもかしこも燃費がすこぶるいいみたいなの書いてありますけど、普通ですよね。まあ排気量なりって感じですね。はい。正確な計測はしてないんですけれど、スピードヒーラーで、今のタイヤで、GPS 速度とほぼほぼ誤差なく調整したので、まあトリップとかもねかなり正確になってると思うんですよ。まあそれでだいたい、やっぱり24とか25なんで、まあ体感的にもねそれぐらいなんで、そんぐらいです。次回はまた走ってる動画をね撮りたいなと思うんで、よろしくお願いします。X のフォローやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それじゃあまたね。